皆さんこんにちは。今日なんですけど、溶接資格の組み合わせ溶接 C の 2F の溶接について解説していきたいと思います。試験の時と同じ材料を使用して溶接をしていきますので、これから C の 2F の試験を受ける方や更新などがある方は良ければ参考にしてみてください。かなり細かく解説していますので、最後まで視聴していただけると嬉しいです。で、今回電流値やタングステンの長さなどやアーク溶接をする際の棒の角度やアーク長など全てのことを細かく解説していますので、要所要所のポイントをしっかりと確認して参考にしていただければいいかなと思います。で、この動画を参考にして溶接をしていただく場合は、もう電流値などは僕と全く同じ状況で溶接してもらうといいと思います。電流値や棒径などを変えてしまうと層の数が変わってきたりしますので、全く同じで試してみてください。それでは溶接映像に移りたいと思います。はい、まずは板厚 9mm の開先角度30度の板を2枚用意しています。これを溶接していきます。で、ルート面の方は今回 1mm ぐらい取った状態で溶接をしていきたいと思います。ルート面は 1mm ぐらいで溶接をするようにしてみてください。で、ルート間隔の方は溶接棒の 3.2mm を挟んでこの状態で仮付けをしていきます。で、1層目のタングステンの長さはだいたい 11mm ぐらい出した状態で溶接をしていきます。で、ノズルの方は8番を使用しています。で、1層目のトーチの動かし方なんですけど、このような感じで細かくローリングをしていきます。これが一番安定するやり方ですので、この方法を試してもらえばいいかなと思います。長めにした理由なんですけど、ルート面の奥を溶かさないといけないのでこのぐらい長めにしています。ノズルを貝先内にはめ込んだ状態でローリングしていくと安定した溶接をすることができます。この時に常に棒は供給した状態で途切れないようにしながら溶接をするようにしてください。それでは溶接をしていきたいと思います。溶接電流は 110A で使用棒径は 2.4mm です。このように最初はノズルを貝先内に置くことができないので、浮かした状態で小さくウィービングをしながら溶接をしていきます。そしてノズルが貝先内に置けるようになったら、このように小さくローリングをしながら進行していきます。この時に常に棒は少しずつ送るようにしてください。全く送らないと棒が途切れてしまいますし、裏波も出ませんので注意してください。途切れないように少しずつ常に今は送り続けている状態です。もし途切れた場合でもその場ですぐにプールにつけてあげて、また進行するようにしていけば問題ないです。一番端の両端と真ん中の部分は曲げ試験の対象にはなりませんので、それ以外の部分は途切れてもすぐにつなぐようにして、裏波に途切れがないように注意しながら溶接をするようにしてください。で、隙間を 4mm 開けてしまうと棒の送りが大変になってしまって難しいと思いますし、逆にこの隙間が 2.4mm だと縮んできた場合に裏波が出ない場合がありますので、 3.2mm の棒を挟んで 2.4mm の棒を使用していただくのがちょうどいいかなと思います。電流をもう少し上げてしまうと棒が途切れやすくなってしまいますので、 110A ぐらいが一番溶接しやすいかなと思います。鉄の裏波の出し方はこちらの動画などでいろいろと紹介していますので、この方法が難しいという方は同じ隙間と同じ棒径で先ほどの動画の裏波の出し方を参考にしてみてください。1層目は裏波を出すことが目的ですので、どの方法でも問題ないです。で、つなぎ方はこのようにしてください。ここはきれいにつながっていなくても曲げ試験の対象にはならないので問題はないです。ですが外観試験で落とされてはいけないので、しっかりとつなぐようにしてください。で、1層目を終えたビード外観がこのような感じになっています。次に2層目で汚れを出していきますので、2層目もしっかりとチェックしてください。1層目はあまり大きく振る必要はないですので、両端のルート面をしっかり溶かしていくのをイメージしながら溶接をするようにしてください。裏波はこのような感じでしっかりと出ていますので、裏曲げ試験はこれで問題なく通ります。高さの方も少し分かりづらいですがしっかりと出ています。
次に2層目なんですけど、先ほどよりもタングステンを3ミリぐらい短くして8ミリぐらい出した状態で溶接をしていきます。先ほどの長さのままだと長すぎて溶接がしづらいので8ミリぐらいに合わせてください。そして2層目ですが、このように先ほどよりも大きくローリングをしながら進行していきます。しっかりとこの両端までは絶対に溶かすようにしながら溶接をするようにしてください。2層目である程度は汚りを出してあげたいので、なるべく大きく振ってあげると汚りはしっかりと出ます。で2層目は電流を 30A 上げて 140A で溶接していきます。先ほど同様、端の部分はノズルを貝先内に置くことができないので、このように浮かした状態でウィービングをします。でノズルが置けるようになるとローリングを開始していきます。この時に2層目では汚りをある程度は出したいので、結構しっかりめに棒を送ってあげたらいいかなと思います。ここで 3.2mm を使用してもいいのですが、もし溶け込み不良とかに初心者の方などが練習した場合になってもダメですので、今回は 2.4mm で紹介しています。140A で 2.4mm を使用しますと、結構棒を送ったとしてもしっかりと溶け込んでくれますので、今回の電流値と棒径を目安に溶接をしてみてください。2層目も貝先内にノズルを押し当てることができますので、安定したローリングをすることができますので、2層目では汚りを出すということを意識しながら溶接をするようにしてください。この後にどれくらい汚りを上げているかもお見せしますので、そちらもよくチェックしておいてください。今回僕がしている溶接の汚りや電流値や棒径などを全く同じにしてもらいますと、試験には問題なく合格できると思いますので、しっかりと確認の方をお願いします。でローリングの進行具合なんですが、あまり荒すぎると汚りを出すことが難しくなりますので、これぐらいの細かさで溶接をしていくようにしてください。ちなみにノズルなんですが、今回は8番ですが、7番でも貝先内にきれいに収まりますので、7番か8番を使用するようにしてください。ローリングが難しいという方などは、こちらの動画などを参考にしてみて練習をするようにしてください。これは貝先内にノズルを入れれますので、簡単に溶接することができるようになると思います。これで2層目の溶接が終わります。端っこの部分は少し切りながら溶接をしてあげないと溶け落ちてしまうので注意してください。でこれが2層目のビード外観です。ここの部分を見てもらえばわかると思うのですが、このぐらいの高さを残すというのを意識して溶接をするようにしてみてください。これで次にアーク溶接をするのですが、1層溶接をするだけで高さがつらい位置ぐらいまで上がってくれますので、アーク溶接を2層で終わらすことが可能になります。で使用していく棒なんですけど、 LB の47の 4mm 棒を使用していきます。なぜ LB を使用するかと言いますと、 LB を使用した方が総数が少なく済むので LB を使用していきます。あと個人的には LB の方がビード外観も好きですので、早く終わらせれますし外観も綺麗だと思うので LB を使用します。で電流値の方は 160A で溶接していくのですが、このメーターでは少し綺麗に合っていないですが 160A で溶接してください。で進行していく棒の角度はこれぐらいを目安に溶接をするようにしてください。あまり寝かせすぎてしまうとプールがなかなかついてこないので溶接が難しくなります。でアーク長は約 2mm ぐらい浮かした状態で溶接をしていきます。で LB の棒を使用する際は必ずスタートブローが入りますので、バックステップをしてから溶接をするようにしてください。進行していくところよりも進んだところでアークを出して進行していくところから溶接をしていくようにしていけばスタートブローは入りません。でアーク溶接の初層の進行方法ですが、このようにストリンガー法で進行していきます。電流が 160A である程度高めですので、きれいに貝先を埋めることができますので、ウィービングなどをする必要はないです。それでは溶接をしていきたいと思います。LB47 の 4mm で電流は 160A です。
この時にしっかりと注目していくのはプールを見ることです。プールがビード幅となりますので、プールがしっかりと両方の貝先に埋まっているかを確認しながら進行していくようにしてください。そうすることで綺麗な幅と綺麗な汚れを出すことが可能になります。ここを見てもらえばわかると思いますが、しっかりとプールがついてきてくれているのがわかると思います。で、このプールの幅が常に同じ大きさになっているのがわかると思います。で、LB はよく棒が途切れてしまうのですが、先ほども途切れましたが、すぐにプールの赤色の部分に棒をつけていただくとまたアークが発生しますので、すぐにつないでから溶接をするようにしてください。すぐにつなげなかった場合はそこで割れてしまう可能性がありますので、すぐにプールに棒を押し当ててアークを発生させてください。つなぎ方やアーク溶接の細かいことなどはこちらの動画で解説していますので、確認してみてください。で、終端はこのようにアークを切りながらしっかりとクレーター処理をしていきます。そうすることで汚りも出せます。これがアーク溶接の初装を終えたビード外観です。しっかりとスラグを剥がしてから次の層を溶接していきます。で、少しだけ冷やしたいので、この時に掃除はしっかりとしておいてください。掃除をしている間に少しだけ冷えてくれると思いますので、掃除を丁寧にするようにしてください。しっかりとスラグを剥がしたら、最後にワイヤーブラシで磨いておいてください。ここのこういう細かいスラグなどもしっかり剥がしておいた方がいいです。後々残っていると溶接の邪魔になりますので、きれいにしておきましょう。で、こんな感じで少し面よりも低い状態になっています。このぐらいが一番理想的ですので、このぐらいを目安になるように練習してみてください。ここでもし面よりも汚りが膨らんでいるのであれば、ピグ溶接の2層目の汚りを低くするか、アーク溶接の初層をもう少し速いスピードで溶接するようにしてください。この汚りを調整することができれば、あとはもう最終層だけですので、試験には無事合格できると思います。で、最終層なんですが、電流を 10A 下げて 150A で溶接していきます。これも少しだけずれていますが、だいたい 150A になっていれば大丈夫です。で、最終層の棒の角度はこのぐらいです。縦すぎるとプールが棒を追い越してしまうので、このぐらい倒して溶接をするようにしてください。で、最終層のウィービング法はこのような感じでジグザグにウィービングをしていきます。それでは最終層を溶接していきたいと思います。必ずスタートの時はバックステップを忘れないようにしてください。で、こちらも初層の時と同じでしっかりとプールで幅を合わせるようにしてください。プールで幅が決まりますので、プールの幅さえ一定を保っていれば最終層のビード外観もきれいになります。で、幅の目安なんですが、残っている両貝先を 0.5mm から 1mm ぐらい両端ともこすイメージで幅を出してもらえばいいかなと思います。あとはその最初に決めた幅をしっかりとプールを見て維持しながら溶接をしてもらえば、幅の揃った綺麗な溶接をすることができると思います。ちなみに 4mm ですと1本の棒で溶接できますので、継ぎ目もなく綺麗に仕上がります。ただしこの時に進行が遅すぎると1本の棒ではギリギリ足りなくなってしまうので、このぐらいのスピード感を目安に溶接をするようにしてください。ちょっと今回久しぶりで少し粗めになっていますが、もう少し細かくて早めにウィービングをしていく方が仕上がりは綺麗になるかなと思います。
で最終層も当然なんですが、しっかりとクレーター処理はしていってください。アークをこまめに切りながら少し丸を描く感じで汚れを膨らましていきます。角だけ低くなっていると不格好なので、しっかりとクレーター処理をして汚れを出してあげてください。で最終層を終えたビード外観がこのような感じです。これを見ると幅が揃ってないように見えますが、しっかりとプールの幅は揃っていましたので、スラグを外すとこのような感じで、ある程度は幅の揃ったビード外観になっています。でワイヤーブラシをかけたらこのような感じになっています。少しだけ粗すぎたかなっていう感じなんですけど、試験には問題なく通りますので参考にしてみてください。で最終層の汚りもこのように均一に高さが揃っていますので、見た目もある程度は綺麗かなと思います。で最終層まで溶接した後の裏波はこのようになっています。これで試験には問題なく通りますので、よければ今回の動画を参考にして試験に臨んでみてください。この動画が少しでもいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。